朗読犬と笛、芥川龍之介作。犬と笛1。昔、大和の国、葛城山のふもとに上長彦という若い木こりが住んでいました。これは顔形が女のように優しくって、その上、髪までも女のように長かったものですから、こういう名前を付けられていたのです。上長彦は大層笛が上手でしたから、山へ木を切りに行く時でも、仕事の合間合間には腰に刺している笛を出して、一人でその音を楽しんでいました。するとまた不思議なことには、どんな鳥獣や草木でも笛の面白さはわかるのでしょう。上長彦がそれを吹き出すと、草はなびき、木はそよぎ、鳥や獣は周りへ来てじっとしまいまで聞いていました。ところがある日のこと、上長彦はいつもの通り、とある大木の根型に腰を下ろしながら、余念もなく笛を吹いていますと、たちまち自分の目の前へ青い勾玉をたくさんぶら下げた足の一本しかない大男が現れて、お前はなかなか笛がうまいな。俺はずっと昔から山奥の洞穴で神代の夢ばかり見ていたが、お前が木を切りに来始めてからは、その笛の音に誘われて、毎日面白い思いをしていた。そこで今日はそのお礼に、ここまでわざわざ来たのだから、何でもお前の好きなものを望むがいい、と言いました。そこで木こりはしばらく考えていましたが、私は犬が好きですから、どうか犬を一匹ください、と答えました。すると大男は笑いながら、たかが犬を一匹くれなどとは、お前もよっぽど欲のない男だ。しかしその欲のないのも関心だから、他にはまたとないような不思議な犬をくれてやろう。こういう俺は、葛城山の足一つの髪だ。と言って、一声高く口笛を鳴らしますと、森の奥から一匹の白犬が落ち葉を蹴立ててかけてきました。足一つの髪は、その犬を指して、これは名を影と言って、どんな遠いところのことでも嗅ぎ出してくる利口な犬だ。では一生俺の代わりに大事に飼ってやってくれ。というかと思うと、その姿は霧のように消えて見えなくなってしまいました。上長彦は大喜びで、この白犬と一緒に里へ帰ってきましたが、あくる日また山へ行って何気なく笛を鳴らしていると、今度は黒い勾玉を首へかけた手の一本しかない大男がどこからか形を現して、昨日俺の兄貴の足一つの髪がお前に犬をやったそうだから、俺も今日は礼をしようと思ってやってきた。何か欲しいものがあるのなら遠慮なく言うがよい。俺は葛城山の手一つの神だ。と言いました。そうして上長彦がまた、影にも負けないような犬が欲しい。と答えますと、大男はすぐに口笛を吹いて一匹の黒犬を呼び出しながら、この犬の名は飛べと言って、誰でも背中へ乗ってさえいれば100里でも1000里でも空を飛んでいくことができる。明日はまた俺の弟が何かお前に礼をするだろう。と言って前のようにどこかへ消え失せてしまいました。するとあくる日、また笛を吹くか吹かないのに、赤い勾玉を飾りにした目の一つしかない大男が風のように空から舞い下がって、俺は葛城山の目一つの神だ。兄貴たちがお前に礼をしたそうだから、俺も影や
戸辺に劣らないような立派な犬をくれてやろう。と言ったと思うと、もう口笛の声が森の中に響き渡って、一匹のプチ犬が牙をむき出しながらかけてきました。これは亀という犬だ。この犬を相手にしたが最後、どんな恐ろしい鬼神でも、きっと一噛みに噛み殺されてしまう。ただ、俺たちのやった犬は、どんな遠いところにいても、お前が笛を吹きさえすれば、きっとそこへ帰ってくるが、笛がなければ来ないから、それを忘れずにいるがいい。そう言いながら、目一つの神は、また森の木の葉を震わせて風のように空へ舞い上がってしまいました。2、それから4、5日経ったある日のことです。上長彦は3匹の犬を連れて、葛城山のふもとにある道が三つ股になった往来へ笛を吹きながら来かかりますと、右と左と両方の道から弓矢に身を固めた2人の年若な侍がたくましい馬にまたがって、しずしずこちらへやってきました。上長彦はそれを見ると、吹いていた笛を腰へ刺して、丁寧にお辞儀をしながら、もしもし、殿様、あなた方は一体どちらへいらっしゃるのでございますと尋ねました。すると2人の侍が代わる代わる答えますには、今度飛鳥の大御様のお姫様がお二方、どうやら鬼神の類にでもさらわれたと見えて、一晩のうちにお行方が知れなくなった。大御様は大層ご心配で、誰でもお姫様を探し出してきた者には厚いご褒美をくださるという仰せだから、それで我々二人もお行方を尋ねて歩いているのだ。こう言って二人の侍は、女のような木こりと3匹の犬とをさも馬鹿にしたように見下しながら道を急いで行ってしまいました。上長彦は良いことを聞いたと思いましたから、早速白犬の頭を撫でて、影、影、お姫様たちのお行方を嗅ぎ出せ、と言いました。すると白犬は、檻から吹いてきた風に向かって、しきりに鼻をひこつかせていましたが、たちまち身震いを一つするが早いか、ワンワン。お姉様のお姫様は、生駒山の洞穴に住んでいる食神人の虜になっています。と答えました。食神人というのは、昔、ヤマタノオロチを飼っていた途方もない大男の悪者なのです。そこで木こりは、すぐに白犬とブチ犬とを両方の脇に抱えたまま、黒犬の背中にまたがって、大きな声でこう言いつけました。飛べ、飛べ。生駒山の洞穴に住んでいる食神人のところへ飛んで行け。その言葉がまだ終わらないうちです。恐ろしいつむじ風が上長彦の足の下から吹き起こったと思いますと、まるでひとひらの木の葉のようにみるみる黒犬は空へ舞い上がって、青雲の向こうに隠れている遠い生駒山の峰の方へ舞一文字に飛び始めました。3、やがて上長彦が生駒山へ来てみますと、なるほど山の中ほどに大きな洞穴が一つあって、その中に金の櫛を刺したきれいなお姫様が一人しくしく泣いていらっしゃいました。お姫様、お姫様、私がお迎えに参りましたから、もうご心配には及びません。さあ早く、お父上様のところへお帰りになるお支度をなすってくださいまし。こう上長彦が言いますと、3匹の犬もお姫様の裾や袖をくわえながら、さあ早くお支度をなすってくださいまし。ワンワンワンと吠えました。
しかしお姫様はまだお目に涙をためながら、ホラー穴の奥の方をそーっと指さしてお見せになって、それでもあそこには私をさらってきた食新人がさっきからお酒に酔って寝ています。あれが目を覚ましたらすぐに追いかけてくるでしょう。そうするとあなたも私も命を取られてしまうのに違いありません。とおっしゃいました。上長彦はにっこりと微笑んで、鷹の知れた食新人などをなんでこの私が怖がりましょう。その証拠には今ここでわけなく私が退治してご覧に入れます。と言いながら、ブチ犬の背中を一つ叩いて、亀、亀、このホラー穴の奥にいる食新人を一噛みに噛み殺せと勇ましい声で言いつけました。するとブチ犬はすぐ牙をむき出して、雷のようにうなりながら、まっすぐにホラー穴の中へ飛び込みましたが、たちまちのうちに、また血だらけな食新人の首をくわえたまま、尾を振って外へ出てきました。ところが不思議なことには、それと同時に、雲で渦まっている谷底から一陣の風が巻き起こりますと、その風の中に何かいて、上長彦さん、ありがとう。このご恩は忘れません。私は食新人にいじめられていた生駒山の駒姫です。と優しい声で言いました。しかし、お姫様は命拾いをなすった嬉しさに、この声も聞こえないようなご様子でしたが、やがて上長彦の方を向いて心配そうにおっしゃいますには、私はあなたのおかげで命拾いをしましたが、妹は今自分どこでどんな目に遭っておりましょう。上長彦はこれを聞くと、また白犬の頭をなぜながら、影、影、お姫様のお行方を嗅ぎ出せ、と言いました。と、すぐに白犬は、ワンワン。お妹子のお姫様は、笠木山の洞穴に住んでいる土雲の虜になっています。と、主人の顔を見上げながら、鼻をピクつかせて答えました。この土雲というのは、昔神武天皇様がご成敗になったことのある一寸法師の悪者なのです。そこで上長彦は、前のように2匹の犬を小脇に抱えてお姫様と一緒に黒犬の背中へまたがりながら、飛べ、飛べ、笠木山の洞穴に住んでいる土雲のところへ飛んでいけ、と言いますと、黒犬はたちまち空へ飛び上がって、これも青雲のたなびく中にそびえている笠木山へ矢よりも早く書き始めました。4、さて笠木山へ着きますと、ここにいる土雲は至って悪知恵のあるやつでしたから、上長彦の姿を見るが早いか、わざとニコニコ笑いながら、洞穴の前まで迎えに出て、これは上長彦さん、遠方ご苦労でございました。まあこっちへお入りなさい。ろくなものはありませんが、せめて鹿の生き芋か熊のハラミ子でもご馳走しましょう。と言いました。しかし上長彦は首を振って、いや、俺はお前がさらってきたお姫様を取り返しにやってきたのだ。早くお姫様を返せばよし。さもなければあの食新人同様殺してしまうからそう思え。と恐ろしい勢いで叱りつけました。すると土雲は一縮みに縮め上がって、お返し申しますとも、なんであなたのおっしゃることに嫌だなどと申しましょう。お姫様はこの奥にちゃんと一人でいらっしゃいます。どうかご遠慮なく中へ入ってお連れになってくださいまし。と声を震わせながら言いました。
そこで上長彦は、お姉様のお姫様と3匹の犬とを連れて、洞穴の中へ入りますと、なるほどここにも銀の口を刺した可愛らしいお姫様が悲しそうにしくしく泣いています。それが人の来た様子に驚いて、急いでこちらをご覧になりましたが、お姉様のお顔を一目見たと思うと、お姉様、妹と二人のお姫様は一度に両方から駆け寄ってしばらくは互いに抱き合ったまま嬉し涙に暮れていらっしゃいました。上長彦もこの景色を見てもらい泣きをしましたが、急に3匹の犬が背中の毛を逆立てて、ワンワン、土蜘の畜生め、憎いやつだワンワン、ワンワンワン、覚えていろワンワンワンと気の違ったように吠え出しましたから、ふと気がついて振り返ると、あの狡猾な土蜘はいつどうしたのか、大きな岩で一分の隙もないように外から洞穴の入り口をぴったり塞いでしまいました。おまけにその岩の向こうでは、ざまを見ろ、上長彦め、こうしておけば貴様たちは一月と経たないうちに日干しになって死んでしまうぞ。なんと俺様の計略は恐れ入ったものだろう。と手を叩いて土蜘の笑う声がしています。これにはさすがの上長彦も、さてはいっぱい食わされたかと、一時は悔しがりましたが、幸い思い出したのは腰に刺していた笛のことです。この笛を吹きさえすれば、鳥獣は言うまでもなく、草木もうっとり聞き惚れるのですから、あの狡猾な土蜘でも心を動かさないとは限りません。そこで上長彦は勇気を取り直して、吠えたける犬をなだめながら、一心不乱に笛を吹き出しました。するとその音色の面白さには、悪者の土蜘もおいおい我を忘れたのでしょう。はじめは洞穴の入り口に耳をつけてじっと聞き澄ましていましたが、とうとうしまいには夢中になって、一寸二寸と大岩を少しずつ脇へ開き始めました。それが人一人通れるくらい大きな口を開いた時です。上長彦は急に笛をやめて、亀、亀、洞穴の入り口に立っている土蜘を噛み殺せ、と、ブチ犬の背中を叩いて言いつけました。この声に肝を潰して、一目散に土蜘は逃げ出そうとしましたが、もうその時は間に合いません。亀は、まるで稲妻のように洞穴の外へ飛び出して、何の苦もなく土蜘を噛み殺してしまいました。ところがまた不思議なことには、それと同時に谷底から一陣の風が吹き起こって、上長彦さん、ありがとう。このご恩は忘れません。私は土蜘にいじめられていた笠木山の笠姫です。と優しい声が聞こえました。5、それから上長彦は2人のお姫様と3匹の犬とを引き連れて、黒犬の背にまたがりながら、笠木山の頂から飛鳥の大御様のおいでになる都の方へまっすぐに空を飛んでまいりました。その途中で2人のお姫様はどうお思いになったのか、ご自分たちの金の櫛と銀の櫛とを抜き取って、それを上長彦の長い髪へそっと刺してお置きになりました。が、こっちはもとよりそんなことには気がつくはずがありません。ただ、一生懸命に黒犬を急がせながら、美しい大和の国原を足の下に見下ろして、ずんずん空を飛んで行きました。そのうちに上長彦は、あの初めに通りかかった三股の道の空まで犬を進めてきましたが、見るとそこにはさっきの2人の侍がどこからかの帰りと見えて
また馬を並べながら都の方へ急いでいます。これを見ると上長彦はふと自分の大手柄をこの2人の侍たちにも聞かせたいという心持ちが起こってきたものですから、降りろ降りろ、あの三つ股になっている道の上へ降りて行け、とこう黒犬に言いつけました。こっちは2人の侍です。せっかく方々を探し回ったのに、お姫様たちのお行方がどうしても知れないので、しおしお馬にお進めていると、いきなりそのお姫様たちが女のような木こりと一緒にたくましい黒犬にまたがって空から舞い下がってきたのですから、その驚きと言ったらありません。上長彦は犬の背中を降りると丁寧にまたお辞儀をして、殿様、私はあなた方にお別れ申してからすぐに生駒山と笠木山へと飛んで行って、この通りお二方のお姫様をお助け申してまいりましたと言いました。しかし二人の侍はこんな卑しい木こりなどにまんまと鼻を明かされたのですから、羨ましいのと妬ましいのとで腹が立って仕方がありません。そこで上辺はさも嬉しそうにいろいろ上長彦の手柄を褒め立てながら、とうとう3匹の犬の由来や腰に刺した笛の不思議などをすっかり聞き出してしまいました。そうして上長彦の油断をしているうちに、まず大事な笛をそっと腰から抜いてしまうと、二人はいきなり黒犬の背中へ飛び乗って、二人のお姫様と二匹の犬とをしっかり両脇に抱えながら、飛べ飛べ、飛鳥の大御様のいらっしゃる都の方へ飛んでいけ、と声を揃えてわめきました。上長彦は驚いて、すぐに二人へ飛びかかりましたが、もうその時には大風が吹き起こって、侍たちを乗せた黒犬は、きりりと尾を巻いたまま、遥かな青空の上の方へ舞い上がっていってしまいました。後にはただ、侍たちの乗り捨てた2匹の馬が残っているばかりですから、上長彦は三つ股になった往来の真ん中に突っ伏して、しばらくはただ悲しそうにおいおい泣いておりました。すると生駒山の峰の方からさっと風が吹いてきたと思いますと、その風の中に声がして、上長彦さん、上長彦さん、私は生駒山の駒姫です。と優しいささやきが聞こえました。それと同時にまた笠木山の方からもさっと風が渡るや否や、やはりその風の中にも声があって、上長彦さん、上長彦さん、私は笠木山の笠姫です。と、これも優しくささやきました。そうしてその声が一つになって、これからすぐに私たちはあの侍たちの後を追って笛を取り返してあげますから、少しもご心配なさいますな。というか言わないうちに風はピューピュー鳴りながら、さっき黒犬の飛んでいった方へくるって行ってしまいました。が、少し経つとその風はまたこの三つ股になった道の上へ前のように優しくささやきながら高い空から降りてきました。あの二人の侍たちはもうお二方のお姫様と一緒に飛鳥の大御様の前へ出ていろいろご褒美をいただいています。さあさあ、早くこの笛を吹いて3匹の犬をここへお呼びなさい。その間に私たちはあなたがご出世の旅立ちを恥ずかしくないようにしてあげましょう。こういう声がしたかと思うと、あの大事な笛をはじめ、金の鎧だの、銀の兜だの、孔雀の羽の矢だの、香木の弓だの、立派な大将の装いがまるで雨かあられのように眩しく火に輝きながらパラパラ目の前へ降ってきました。6.
それからしばらく経って香木の弓にクジャクの羽の矢を背負った神様のような上長彦が黒色の背中にまたがりながら白とブチと2匹の犬を小脇に抱えて飛鳥の大御様の親方へ空から舞い下がってきた時には、あの2人の年若い侍たちがどんなに慌て騒ぎましたろう。いや、大御様でさえあまりの不思議に大驚きになってしばらくはまるで夢のように上長彦の凛々しい姿をぼんやり眺めていらっしゃいました。が上長彦はまず兜を脱いで丁寧に大御様にお辞儀をしながら、私はこの国の葛城山のふもとに住んでいる上長彦と申すものでございますが、お二方のお姫様をお助け申したのは私で、そこにおりますお侍たちは食新人や土雲を退治するのに指一本でもお動かしになりはいたしませんと申し上げました。これを聞いた侍たちは何しろ今までは上長彦の話したことをさも自分たちの手柄らしく吹聴していたのですから、二人とも急に顔色を変えて相手の言葉を遮りながら、これはまた思いもよらない嘘をつくやつでございます。食新人の首を切ったのも私たちなら、土雲の計略を見破ったのも私たちに相違ございません。と、まことしやかに申し上げました。そこで真ん中に立った大御様は、どちらの言うことが本当とも見極めがおつきにならないので、侍たちと上長彦をお見比べなさりながら、これはお前たちに聞いてみるより他はない。一体お前たちを助けたのはどっちの男だったと思う。と、お姫様たちの方を向いておっしゃいました。すると、二人のお姫様は、一度にお父上様の胸におすがりになりながら、私たちを助けましたのは上長彦でございます。その証拠には、あの男のふさふさした長い髪に私たちの櫛を刺しておきましたから、どうかそれをご覧くださいまし、と恥ずかしそうにお言いになりました。見るとなるほど、上長彦の頭には金の櫛と銀の櫛とが美しくキラキラ光っています。もうこうなっては侍たちも他に仕方はございませんから、とうとう大御様の前にひれ伏して、実は私たちが悪巧みであの上長彦の助けたお姫様を私たちの手柄のようにここでは申し上げたのでございます。この通り白状いたしました上は、どうか命ばかりはお助けくださいまし、とガタガタ震えながら申し上げました。それから先のことは別にお話しするまでもありますまい。上長彦はたくさんご褒美をいただいた上に、飛鳥の大御様のお婿様になりましたし、二人の若い侍たちは三匹の犬に追い回されて、ほうほう親方の外へ逃げ出してしまいました。ただ、どちらのお姫様が上長彦のお嫁さんになりましたか、それだけは何分昔のことで、今でははっきりと分かっておりません。